世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本やアメリカにそっぽを向かれたため、次は EU に助けてもらおうと画策した韓国。ある協定を結べるかもと喜んだのもつかの間、やはりからくりがあったようです。今回は EU との協定報道に韓国大喜び、しかしその真相はに関する話題と、それに対する韓国の人々の反応をご紹介します。2020年5月、韓国の大手メディア中央日報が韓国に希望をもたらす記事を掲載しました。韓国に駐在している EU 大使が韓国と EU 間の通貨スワップ協定の推進を表明したというニュースです。ソウルの全経連会館で開かれた朝食懇談会での発言だったそうで、EU 大使は、企業の流動性のため韓国と EU 間の通貨スワップが必要だ。それを通じて中小企業、零細企業の十分な流動性を確保しなければならない。と話したと報じていました。新型コロナウイルスの影響で不調だった経済がさらに冷え込んだ韓国にとっては、喉から手が出るほど欲しい協定。韓国の全経連の会長は、コロナ危機である今がまさにウォンとユーロの通貨スワップ締結を積極的に検討すべき時期。世界二大基軸通貨であるユーロとの通貨スワップが韓国と EU の二大経済圏と双方に進出した企業ともに必要な金融セーフティーネットであり、象徴的な経済協力装置だ。と、協定の必要性を熱弁したといいます。取引において貴金属で最低限の信用を保証していた時代と違い、現在の通貨は発行元の信用度がすべて、国際的な信用度が高い通貨ほど重宝され、中でも基軸通貨はどの国も取引したがる世界で重要な役割を担う通貨。韓国がその基軸通貨のユーロと協定を結ぶことができれば、危機的状況の韓国経済の安定化に大きな手助けとなります。ちなみに、一般的に世界の三大基軸通貨として知られているのは、アメリカのドル、EU のユーロ、そして日本の円。三大基軸通貨と言わずに日本を省くあたり、韓国は何が何でも日本を入れたくないことが伝わってきます。そして基軸通貨であるユーロと信用度の低い韓国のウォンを並べて二大経済圏と表現するのもなかなか大胆ですね。誇張した発言なのはともかく、 EU 大使がスワップ協定に前向きな発言をしたことに対し、韓国ではどのような反応があったのでしょうか。その一部をご紹介します。これはいいニュース。日本に通貨スワップを頼まずに済むぞ。2015年に日本との通貨スワップが終わった時はヒヤヒヤしたけど、これで日本を見返せるな。韓国とパートナーになりたがる国は多いってこと。日本は残念だったな。韓国が国際的な経済的パートナーとの多様化を促進する機会になるね。日本との関係に固執しない方が、我が国は経済的な安定と発展を図ることができる。これは、日本に対する抵抗の一環として歓迎される出来事だ。日本は、過去の歴史的な問題や経済的な不公正を放置していて、韓国が日本に頼る必要性を減らすことは重要。EU と組めれば万々歳だが、日本とも保険として協定を結ぶべきだと思う。選択肢が増えるのはいいことなんだし。EU と組むといえば、日本にも余裕を持って交渉ができるようになるだろう。基軸通貨とのスワップは大きいぞ。これで日本との関係なんて捨てても問題ない。向こうが頭を下げてくるなら、これからも関係を持ってあげてもいいな。いや、奴らはすぐ調子に乗る。日本とは断交してもいいくらいだ。EU との通貨スワップはだいぶ昔にも検討されたけど、中止になったんだよね。その時は向こうの金融危機のせいだったけど、今回は大丈夫かな。これって、ウォンが基軸通貨になる日も近いってことじゃない？中国、日本、アメリカときて、次は EU か。EU も悪くないけど、アメリカと再締結するのが一番いいんじゃないかな。日本でもまあいいけど。
以上が韓国の人々の反応でした。EU との通貨スワップには期待大の様子でしたね。そして、ここでも引き合いに出される日本ですが、日本の皆さんはどう思っているのでしょうか。寄せられていた声を見てみましょう。日本の反応。もう日本が手を差し伸べることはないから、どうぞよそと仲良くしてきてください。韓国のせいで困った EU に泣きつかれないかが心配だけどね。助けてくれた国に感謝するどころか威張り出す。それが目に見えている国だから誰も助けないのです。日本が頭を下げてくるなら逆でしょう。日本のメリットを提示できなければ結ぶ必要はないし、その前に国際ルールを守れるという実績を積み重ねて信頼ある国家と言えるようになってから出直してきてほしいね。新政権になって日本との関係も進展するんだろうけど、どうせいつもの手のひら返しをされるのがオチ。いちいち日本のことを言わずに勝手にやっててほしいね。不買も断交もどうぞって感じ。ただ泣きついて撤回しようとしても後の祭りだよ。EU が韓国との通貨スワップするメリットはあるの？ただのリップサービスを真に受けてるだけなんじゃ。壮大な作り話の可能性もあるし、そもそも実現するかは決まってない中、はしゃぎすぎだね。わざわざ円をのけものにして二大基軸通貨なんていうあたりが韓国らしいね。もはや呆れるを通り越して微笑ましくもある。韓国の人たちのこのファンタジーな発想は一周回って羨ましいよ。以上が日本の人たちの反応でした。皆さんやや呆れ気味でしたね。そしてコメントにもあったように、韓国の人たちが大喜びしていた EU との通貨スワップですが、残念ながらこの報道は韓国側の期待が先走っただけに過ぎませんでした。先ほどご紹介した EU 大使の発言は、あたかも大使が自ら進んで発言したように書かれていますが、韓国との通貨スワップ協定を特段必要としていない EU からこのような発言が出ることに違和感があります。韓国のウォンは国際的な商取引や資本取引でほとんど使われることのないローカル通貨なので、 EU の企業がウォンを欲しがるとは考えづらいからです。どう考えても協定を必要としているのは韓国側なのに、わざわざ EU の方から支援に言及するでしょうか。記事では前後がごまかされていましたが、実はスワップ協定は全経連の副会長から言い出したことで、EU 大使はその発言に対して言及したに過ぎなかったのです。EU 大使が自ら積極的にスワップの必要性に言及したのではなく、韓国側の発言に対して一般論として、そんなスワップがあってもいいかもね、くらいのやりとりだったと考える方が自然です。実際 EU 大使は続けてこう発言したといいます。具体的案に対しては韓国銀行と欧州中央銀行と議論が必要だ。通貨スワップを締結する欧州中央銀行はユーロを管理する独立的機関。韓国が多くの関心を持っているならば、韓国銀行総裁が欧州中央銀行総裁と直接話をするのが良い。つまりスワップを締結するかどうかは中央銀行が決めることだから、我々に言われても困る。双方の銀行が話し合って両方の経済的に適切だと判断されれば可能性があるのではと、協定に関して積極的どころか関与する気はないと言われているのです。 EU 大使からすれば当たり前の発言ですね。 EU と中央銀行は全く別の機関なので、だからこそ大使の方からスワップ協定を推進しようなどと発言するはずがありません。中央日報の記事は期待が先走った巨峰にかなり近い内容だったというわけです。この記事は2020年に報じられたものでしたが、2023年になっても韓国 EU 間のスワップに関係するニュースはないことからも、韓国側のフライングだったことは明らかです。韓国がここまで先走ったのにも理由があります。その前に通貨スワップ協定について少し説明すると、
国際金融協力の世界でいう通貨スワップ協定とは、異なる通貨間でお互いに通貨を交換する取引のこと。各国の中央銀行、日本では日本銀行と互いに協定を結ぶことで、自国の通貨危機が起きた際、自国通貨の預け入れと引き換えに、協定を結んだ相手国の通貨をあらかじめ決められた枠内で融通してもらえる協定です。なぜそんな協定が必要なのかというと、通貨によって信用度が違うからに他なりません。三大基軸通貨の話がありましたが、世界一の基軸通貨といえばアメリカドルで、よほどの秘境でもない限り、ほぼすべての地域で使えるほど、世界中の広範囲で通用する通貨です。アメリカドルほどではなくても、ユーロや日本円、イギリスのポンド、スイスフランなども取引に制約がなく、世界中の為替市場や債券市場などで広く使われる信用度の高い通貨。対する韓国ウォンはローカルでしか通用しないと言える通貨です。この信用度が違う国同士がスワップ協定を結ぶ意味があるとすれば、ローカル通貨を使用している国が自国の通貨を担保に信用度の高い通貨を受け取ることができるという点。つまり、韓国と EU の通貨スワップが締結されることは、純粋に韓国を救済するための協定を意味します。そして、2023年において、韓国は国際的に信用度の高い通貨とのスワップをほとんど結んでいません。スイスとオーストラリアと締結しているくらいで、2国間のドル建てのスワップは存在しないのです。2020年にアメリカと期限付きのスワップ協定を結んでいましたが、2021年12月には終了してしまい、ドルを確保することが難しい中、次に信用が高いユーロを欲しがっていると考えられます。しかし、全く可能性がないとは言い切れないですが、EU の反応を見る限り、かなり難しいと言わざるを得ないでしょう。では韓国はどうするかというと、結局は日本に頼ってこざるを得ないのです。日本と韓国はかつて日韓スワップ協定を結んでいました。2008年のリーマンショック時には、通貨危機に怯えた韓国は日本に泣きつき、引き出し限度額を30億ドル相当から一気に200億ドル相当まで増やしてもらいました。おかげでウォンは持ち直しましたが、その途端に慰安婦に謝罪しろと言い出したり、当時の大統領が竹島に上陸したり、2012年には天皇陛下に対して謝罪を要求するなど、恩をあだで返すような言動を繰り返すように、関係悪化を重く見た日本政府は、2012年に期限延長を取りやめ、2015年に終了。先ほど、韓国とスワップ協定を結ぶことは、実質的に韓国への救済措置だと述べました。当然、国際的な信用度の高い日本円でも同じであり、日韓でのスワップ協定は韓国に利はあっても、日本には何のメリットもないのです。元慰安婦問題や徴用工問題を蒸し返し、ことあるごとに反日を叫ぶ韓国に、わざわざ手を差し伸べる必要がないと考えるのは当然と言わざるを得ないでしょう。2020年、新型コロナウイルスの流行で金融危機に陥った韓国は、再び日本とのスワップを考えたいという素振りを見せました。しかし、当時の麻生財務省は一刀両断。麻生大臣はスワップ協定が切れる前、大丈夫かと聞いていましたが、韓国は大丈夫だと答えたのです。規模が減った時も、本当にいいのかと聞くと、韓国は、どうか借りてくださいと日本が言うなら、借りることもやぶさかではない、と答えたそうです。麻生氏は、金を貸す側が頭を下げて借りてほしいなどという話は聞いたことがない。交渉のテーブルを蹴ったのはあっち、だからそれで終了した。と、当時を振り返り発言していました。日本と韓国は対等の立場ではありません。スワップ協定は平たく言えば、日本がお金を貸してあげる行為です。それなのになぜ貸す側の日本が頭を下げるのが当然、日本が言い出すべきだと考えているのかはわかりませんが、韓国政府が公式に要請しないのになぜ日本側が協定再開を申し出る必要があるのかという麻生氏の発言は、日本の立場からすれば当然です。とにかく何が何でも日本に頭を下げたくないのでしょう。こちらとしてもそんな相手と取引したくありませんよね。今後も
日本から再交渉することはないと見られています。ただ、反日政権から日本との関係改善を掲げるユン政権に代わってから、再び日韓スワップ協定の話が韓国側から浮上しています。確かにユン大統領は元徴用工問題の解決案を提示するなど、戦後最悪レベルに冷え込んだ関係を改善しようと政策を打ち出しています。両政府は関係改善のために積極的に交流していますが、数えきれない過去の反日の暴挙のけじめはつけられていないまま、それなのに日本は韓国を輸出手続き上優遇するグループ A から除外した措置を取りやめ、対象国に再指定するなど、早くも一部緩和に乗り出しています。つまりは、日本が譲歩したようなものなので、過去を見る限り、日本が甘い対応をした途端、手のひらを返すのが韓国です。関係改善に意欲的なユン政権も、支持率が下がれば、反日に乗り出すかもしれません。仮にこのまま関係が良くなっても、通貨の価値の差が埋まるわけでもないのですから、協定を結び直せば、日本が損をすることになります。韓国が何と言おうと、日本政府には日本の国益を重視した態度を崩してほしくありませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。